今日は経腟超音波検査の基本についてお話したいと思います。内容は専攻医の先生、初学者向きで、超音波検査が専門の先生方にしてみるとちょっとおかしな話があるようでしたらコメントでご指摘いただけると幸いです。骨盤内の経腟超音波検査は高い音をですね、臓器に、他の超音波と同じように高い音を臓器に当てて、反射してくる波をですね、コンピューターで解析して画像にするものでして、もともとは魚群探知機をヒントに超音波が作られたという話ですね。で、かなりよく見えますので、すごくこれを得意になっているといいと思うんですね。で、左図のように扇形の範囲に音を通常出しますので、1、子宮を防湿するのが基本ですけれども、ゆっくり左右に振って卵巣や卵胞も観察するようにいたしましょう。骨盤内の状態とか膀胱の中の状態なども分かるようになります。左右に振るんですね。で、経腟超音波プローブは経直腸法も選択できます。超音波プローブ操作はですね、経腟法と経直腸法があります。性行為の経験がありなしを確認してですね、経験がない方には経直腸法をお勧めします。プローブは便よりも細いからといってですね、安心させてゼリーをつけて行います。排便痛やですね、性交時痛を訴える深部子宮内膜症が疑われる場合も、経直腸法が見やすくおすすめです。無理にですね、経直腸法も嫌がる方は、まず経腹法を行って、それでよくわかんないからって言って、そして経直腸法をやらせてもらうといいと思うんですね。みんなに経直腸法を進めるというのもどうかと思います。小学生でもですね、できることはできますね。これ、プローブを自由に動かしてみますが、子宮が、前屈か後屈かですね、経腟超音波プローバーの位置は変わってしまいます。見える画像も変わってしまいます。左にありますように、前屈の方は子宮腟部、ポルチョウというのが下の方にあるんですね。後屈の方はですね、腟を除くと上の方にあるんです。ですので、この真ん中の図のようにですね、ポルチョウの位置によって子宮口が下の方にあるか上の方にあるかで変わりますので、プローブを入れていくと、前屈だったら前腟腺外にプローブが入ると。後屈だったらプローブは後腟腺外に入るんですね。したがって、一番右にありますように、超音波の画像というのは前屈だと上の方にようになって、後屈の方は下の方にようになって見えるということであります。で、前屈の場合の方について見ていきますと、プローブはですね、前腟腺外に入りますね。左側が横から見たような図になるんですが、一番右はですね、経腟超音波の一般的な図。足が上で、お腹が左で、背中が右で、頭部が下にありますから、そういうふうな図になるわけですけど、できればですね、子宮内膜と子宮頸管を描出するんですね。頸管は頸管線というのが見えます。横側に黒っぽいところも見えますね。で、この基本画像を出すコツはですね、押されますよと言ってですね、ゆっくり押して子宮体部をプローブに密着させることが大切なんですね。確かに前屈でも後屈でもない場合はちょっと難しいですが、前屈だったらぐーっと押してあげることでですね、内膜がよく見えてくるということであります。で、後屈の場合はですね、横から見るとそんな感じになりますけど、実際の画面は一番右側の方のようになってですね、プローブは後腟腺外に入る。ですから、やはり基本画像を出すコツはですね、押されますよと言って、ゆっくり押してあげればですね、患者さんそんなに通常は痛がりませんので、ずっと押して密着させることで内膜とかがよく見えてくるというわけです。で、子宮の経腟音波検査の所見についてまとめますと、子宮内膜の厚さを測るんですね。ミリメーターで測ります。で、子宮体部の大きさを測ったりしますね。頸部も一緒に測っちゃうとなかなかわかりにくいですね。
で、子宮体部の大きさはですね、大きいなとかそういう内心でわかりますので、必ずしも必要ではないですが、一応測っておくと。で、内膜はですね、排卵前ですと黒っぽい、木の葉状になるんですね。それから、排卵後はですね、血管が増えて白く厚く維持されます。これは、分泌期ですね。増殖期はこの波状で、分泌期は白っぽく厚くなります。血管が増えて。で、内膜を見ただけで排卵しているかどうかも大体見当がつきます。で、内膜は 7mm 以上の厚さがないとですね、妊娠しないんですね。大体 10mm ぐらいになるように持っていくわけですけれども、閉経後は当然薄くなりまして、通常は2、3mm で、5、6mm 以上あるようでしたら、特に6mm 以上あるようだったら、増殖症とか子宮体がんとか、内膜ポリープが残っているとかですね、異常と判断するというわけです。で、子宮内膜増殖症の内膜は白く厚めでですね、黒いポツポツありますので、それが特徴ですね。それだけで断言はできませんけど、そういうのがあったら疑うと。それから内膜ポリープはですね、白っぽく見えますし、粘膜下筋腫はですね、黒っぽく抜けて見えます。こういうのが体部にあったらですね、突出病変がありますと不妊症の原因になります。それから子宮腺筋症はその筋層が腹壁が厚くなりますので、片方は前壁は厚くないけど後壁が厚いとかですね、そういうことで、1型の腺筋症は判断できると思いますね。それから多発筋症はですね、いっぱいあったらちょっと全部計測してるのきりがないですから、最大径を測って数を大体測ってどこら辺に位置があるかを記載するだけで良いと思います。子宮の中をただ一発基本画像を見るんじゃなくて左右に振ってですね、子宮が2つある場合、重複、重複子宮とかそういうこともありますので、そういうのを判断する。中隔とかですね、双角子宮なんていうのもありますね。で、骨盤内の経腟超音波検査手順ですけど、子宮を描出したらですね、プローブをねじる人が多いんですけど、ねじらずに左右にゆっくり振ってですね、プローブを押す、この押すのがやはり大切なんですね。で、患者さんはちょっと、ここの時は卵巣は少し痛がります。精巣も押されると痛いのと同じで、種を保存するために卵巣も押されると痛みを感じるようになってるんですね。けどちょっと短時間に見ると。で、卵巣も一箇所見たんじゃなくて、卵巣も左右に振ってですね、全体を見る癖をつけた方がいいと思うんですね。で、卵巣の基本画像を出すと。で、早朝骨動静脈がこう見えて、その上に乗っかるような豆みたいなもので、豆入りの餅というかですね、豆入りのおせんべいみたいなのが見えますね。こう正面見たら左右に振って押すと。左右に振って押すと。それで密着して見えるんですね。で、卵巣の経腟超音波検査の、基本画面、検査法ですけど、基本画面をまず出す癖をつけましょう。慣れないと難しいんですけれども、押されますよと言って、ゆっくり押さないと卵巣に届きません。無理な場合は、そう無理をしないでですね、で、卵巣の横にあるとは限りませんけど、卵巣の上にあったり、いろんなところにあったりすることもありますので、なかなか1回で無理な場合もあるんですけど、無理な場合は、総直骨血管付近の画像を残しておくと。そこは見たよということになると思うんですね。で、見るものとしては卵胞の計測ですね、ミリメーターで記載しまして、で、多嚢胞かどうかなんていうのも見ます。で、最大径のものを、グラフ卵胞を見てですね、排卵がいつするかっていうのを、卵胞チェックをするんですね。あとですね、おすすめはですね、縦方向の矢印にあるような、卵巣サイズを測るのもおすすめです。それから AFC といって、月経期の豊穣卵胞数は卵巣機能を反映するという数字になってまして、これを数えるというのも、行われるんですけど、なかなかこれも大変ですが、2、3は必ずしも必要ではありません。で、卵胞は直径22ミリで、国史的には20ミリで排卵するんですが、クロミフェンの場合は26から30ミリとですね、ちょっと大きめで排卵することが知られてますね。で、卵巣サイズはこれはちょっとあまり論文とかはありませんけど、サイズは28から当院ので
発表とかではですね、28から 30mm が普通で、20mm 以下は閉経が近くて、15mm ぐらいになったら閉経ですね、とか、そういう話をすることができます。こう横にして押してあげると。それから斜めにして押してあげると。まあ以上ですね。いろんなこと、卵巣経腟超音波を最初苦手かと思うんですけど、得意になることができますので、やってみないと得意になりませんから、それから画像が自分の検査所見だんだん自信を持っていけるようになると思いますので、で、エクトピーとかですね、がんとかそういうのが分かるようになりますから、皆さん頑張ってください。以上です。